はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、旧車オールドカーの世界の番外編、こちら三岡01、こちらを紹介します。はい、こちらの車両、1997年型三岡01クラシックタイプ F。こちらの車両ですね、ちょうど後ろにロックスターで、さらにこちら隣にバディ、最近話題の2台が展示されてるんですが、このバディや01を製作した三岡自動車が自動車メーカーとして認知されるきっかけになった記念すべきモデルになります。で、本日はこの車両を紹介します。はい、こちらですね、1997年型三岡01クラシックタイプ F、 ブブ柏店さんの在庫車両で、現在の車両本体価格308万円になります。はい、でこの三岡01、デビューは1994年で2000年まで生産されてたんですが、当初はですね、組み立て車、キットカーですね。で、そういった形で販売されてたんですが、三岡自動車の会長、当時の社長が粘り強く運輸省に交渉して、で1996年に型式認定されました。で、それをもって三岡自動車は日本で10番目の自動車メーカーとして認知されるようになったんですが、その三岡自動車が自動車メーカーとして認知されるきっかけになったすごく重要なモデルです。はい、でこの三岡01、デビュー当初はデザインモチーフともなっているロータス7で、ロータス7にかなり近い外観、ロータス7のレプリカみたいなイメージの車だったんですが、この1996年にこのクラシックタイプ F、 これが追加されて随分イメージが変わりました。主にこの顔ですね。この車両1997年型ですが、このクラシックタイプ F、 これはですね、97年にグッドデザイン賞を受賞しています。で、グッドデザイン賞を受賞したのは普通の01ではなくて、このクラシックタイプ F になります。で、このクラシックタイプ F、 すごく特徴的なフロントマスクをしてるんですが、これですね、例えばここのエアダクト、これはですね、ダミーではなくて、きちんとですね、ダクトがエンジンルームまで伸びてて、エアクリーナーまで行ってます。で、このグリルもですね、ダミーじゃありません。で、デザインのためのデザインではなくて、ちゃんと機能しているデザインになります。はい、でこの車両、前オーナーさんがかなりのマニアだったみたいで、フルオリジナルではなくて、かなりドレスアップカスタムしてあります。で、1個ずつ見ていきます。はい、でまずこのヘッドライト、すごく明るいんですが、これですね、 LED ヘッドライト、今風の LED に変更されてます。で、これはですね、オリジナルではありません。はい、でタイヤホイール交換されてます。今ですね、ウェッズの15インチホイールがついてるんですが、純正は14インチになります。はい、でこの車両、タイヤ、フロントタイヤ 18555R15 で、ランロップのルマンで、これですね、前後異形です。はい、でリア同じくウェーズの15インチホイールにダンロップのルマン704なんですが、タイヤサイズ 19555R15、 フロントよりもワンサイズだけ大きいタイヤがついてます。
はい、でこの01、これ背面スペアタイヤがついてるんですが、この背面スペアタイヤについてるタイヤホイールは純正で、純正のホイールは14インチで、センターキャップに三岡のロゴが入ります。はい、でこの背面スペアタイヤ、新品のタイヤがついてるんですが、これですね、見た目新品なんですが、タイヤの生存年数は04年の25周、もう18年も前のタイヤですね。でこれは基本飾りと思えばこのまんまでいいと思います。でこのタイヤミシュランですね。はい、でこの車両サイドマフラーついてるように見えるんですが、このサイドマフラー、ここの部分は実はダミーです。でマフラーはリア出しでなんですが、このマフラーもですね、車外のスポーツマフラーに交換してあります。でちょっと音聞いてみます。はい、でこのサイドミラー、このバックミラーですね、交換されてます。で今ですね、楕円形丸型のサイドミラーがついてるんですが、これ純正は角型、ちっちゃい角型になります。でさらにその横、ここですね、フロントウィンドウの横にこの補助的にウィンドウルーバーっていうんですかね、アクリルの板がついてるんですが、これワンオフで前オーナーさんが装着したそうで、このですねウィンドウルーバーがあるおかげで車内の風の巻き込みがすごく軽減されてます。でこれですね、すごく綺麗に作ってあるんですが、これはですねいいパーツですね。はい、でこの三岡01、このクラシックタイプ F も普通の01もなんですが、ロックスターだったりとかバディだったりとかビュートだったりとか、ああいったベース車両がある三岡のモデルと違って一から製作されてます。でパイプフレームで、この足回りもですね、これ一目瞭然ダブルウィッシュボーンにコイルサスなんですが、この辺もですねもう普通の乗用車とは全然違いますね。はい、こちらちょっと見えにくいんですが、リアの足回り、リアもですねダブルウィッシュボーンにコイルオーバータイプのコイルスプリングとダンパーがついてます。はい、でこういうむき出しのタイヤなんで内側からも見れるんですが、ブレーキはですね前後ともディスクブレーキになります。車重が軽い車ですし、タイヤ系も、ホイール系も小さいんで、ディスクとかローターはそんなに大きくないんですが、これですねさっき試乗したところストッピングパワーは全く問題ありません。であとですね、面白いと思ったのが、これ三岡車らしいなと思ったんですが、このフロントのナンバー、ライセンスプレートホルダーなんですが、これですね、なんか一点物、このですね鉄でできてるんですが、この辺面白いですね。はい、でエンジン見てみます。でエンジンですね、このボンネットフード逆開きなんですが、このボンネットフードのですねロックは運転席のあちらドアの内側、ドアじゃないんですが、パネルの内側、レバーがボンネットのロック解除です。はい、でボンネットフード、こういう感じで逆開き、通常の乗用車と違う逆開き、コルベットなんかと同じ反対に開くんですが、これですね、このボンネットフードがですね FRP 製ですごく軽いです。でこのボンネットフードのダンパーなんですが、これ手動で左右でこういった形で支える形になります。でこのボンネットフード凝ってるなと思うのが、これ右側ですね、このサイドも上部もルーバーはダミーになってるんですが、こちら左側ですね、一部ですが、ここきちんと穴が開いててエンジンフード内につながってます。はい、でこちらエンジンは 1.8 リッターの直4 DOHC、こちらですね、マツダのロードスターと同じエンジンになります。三岡01、デビュー当時は NA 型初代ロードスターの 1.6 リッターの直4エンジンを搭載してたんですが、
途中から 1.8 リッター NB 型のこちらのエンジンに変更されてます。はい、でこちらカバーにきちんともマツダって出てるんで一目瞭然なんですが、こちらのエンジンロードスタートなしで最高出力が130馬力で最大トルクが 16.0 キロ、特にパワーはないんですが気持ちよく回るいいエンジンですね。でこの車には必要十分だと思います。はい、でエンジンルームから見れば一目瞭然なんですが、このエンジンルームを囲ってるのが角型のフレームで、下にも見えてるんですが、こちらのボディパイプフレームでできてます。でこれは三岡自動車のオリジナルですね。はい、でこのエンジンルーム左側奥、こちらのフレームにですね MS01 という刻印があるんですが、これがですねこの車両の型式認定で、その後ろに0090ってあるんですが、これはシリアルナンバーです。でこの三岡01、99台まではこの刻印シリアルナンバーが刻印されているそうです。で100台以降はこれはありません。はい、でこちらフード内にですね騒音の型式認定車、運輸省の型式認定番号とかがシールで貼ってあります。で運輸省、今の国土交通省ですかね、できちんと認可された車両であることを示してます。はい、内装インテリアを見てみたいと思います。はい、でこの三岡01クラシックタイプ F、 ロータスセブン、スーパーセブンなんかと一番違うのがこの内装インテリアだ。インテリアのデザインや質感は全く違います。でロータスセブンなんかはもうハードなスポーツカー、走り以外に必要ないものはついてないみたいなシンプルな車なんですが、この01、特にこのクラシックタイプ F はですね、このインテリアもいかにもクラシックカーという感じです。で面白いのがこのハンドルの手前、こちらはですねちっちゃいゲージがついてるんですが、右からオイル、水温、燃料計で、正面にはですねこの辺で、このセンターの方にタコメーターとスピードメーターが配置されてます。はい、でこの辺はですねもうスペース的な問題が大きいとは思うんですが、でもですねすごいかっこいいですね、クラシカルで。はい、でこの車両前オーナーさんの手で内装にも少しカスタム施されてます。まずこの小径ナルディのウッドステアリングがついてるんですが、これですね純正はもっと大きなステアリングがつきます。でこのナルディのステアリングすごく外観デザインに合ってますね。でさらにですねこれステアリングボスクイックリリースのステアリングボスに変更されてるんですが、これはですね車内が狭いんで、これがあることで乗降がすごく楽になります。でさらにですねこちらシフトノブ、ウッドのシフトノブとこのサイドブレーキのレバー、こちらもウッドになってるんですが、これも社外品ですね。はい、でこの車両今はですねドアがありません。ドアがないというか、本来であればここにですねホロ製のドアがあって、なおかつこのホロもあるんですが、これはですね今保管されてます。で今完全なフルオープンのボディになってるんですが、純正のホロとホロドア、これはですねこの車両についてます。はい、でこのオープンカーならではのロールバー、これですねオプションのクロームタイプがついてます。で標準はですねブラックの黒森だそうです。はい、でフューエルキャップ、燃料キャップはですね運転席側の後ろのフェンダーのところにあります。で鍵付きのキャップですね、ここからガソリンを給油します。はい、でこの車両なんですが、足元はですねすごく狭いです。で筆者ですね靴26ぐらいなんですが、もうなんというか文字通り足の踏み場がないという感じ。一番右アクセルペダル、真ん中ブレーキ、左はクラッチなんですが、かなりちっちゃめのペダルがついてるんですが、これですね右の足とは左の足が当たる感じになります。
でこれめちゃめちゃ足の大きい大柄な人だとここは足詰まっちゃうかもしれないですね。で足元が狭いのは助手席側も同じ。これですね、靴を揃えないと足が置けないです。でもうこの辺はですね、趣味の車なんで半分しょうがないんですが、よっぽど大柄な人は結構厳しいと思います。はい、でシートはシンプルなバケットシート。これですね、かなり薄いシートでブラウンのレザーバイでなかなか高級感あるし雰囲気はあるんですが、いわゆるフルバケに近い仕様で、背もたれも調整できませんし、当然上下とけの調整もできません。でこの辺はですね、いかにも古典的スポーツカーという感じですね。はい、でこちらトランスミッションは5速のマニュアルトランスミッションになります。はい、でこのミッショントランスミッションのこのシフターなんですが、これですね、意外にストロークが短くってカチッカチッと入ってで運転しやすいです。でこれですね、すごく楽しいですね。この辺はNA とかもそう、 NA とか NB のロードスターもそうだったんですが、マニュアルで運転してこその車だと思います。はい、でこの車両なんとエアコンがついてます。でこれですね、フルオープンで走るときにはエアコンつけてどうかあんまり関係なさそうなんですが、寒い冬とかはこのエアコン結構いいかもしれないです。はい、で走行距離39,587キロ、97年型ですからね、全然走ってないですね。ローマイルです。はい、でこの01なんですが、これ乗り込む時ですね、ここサイドシルって言っていいかどうか分かんないですけど、本来ドアがあるところ、ここ開きませんので、ここを乗り越えて乗るんですが、これまず左足を中に入れます。で右足から行っちゃうとうまく乗れません。でその後に右足を持ち上げてストンと滑り込むんですが、これですね、そんなにもちろん広くないですし、で僕できましたけど、若い人とかだったら全然問題ないと思うんですが、お年寄りはですね結構大変かもしれないです。で今度降りる時にはですね、体を持ち上げて右足を出してから左足を抜くんですが、でこれ大変で、そのためにこれクイックリリース付きのボスに変更されてるんだと思います。はい、で乗降が大変なのはドライバーだけじゃなくて助手席もそうなんですが、ステアリングがない分だけ助手席は少しマシかなと。で乗り方はやっぱり一緒で、右側の足を入れて左側をやってストンと。でやっぱ足元狭いんですが、これドライバーと助手席、運転席と助手席の距離が近いんでカップで乗るといいかなと。でただですね、こういったクラシックタイプのスポーツカーなんですが、老夫婦が乗るとかいうのは、この乗降が大変な分結構厳しいかなと、そんな感じですね。で降りるときはやっぱ同じ、少しは筋肉がないと乗降できません。はい、それではですね、ちょっとこの車ナンバーがついてますんで、軽く試乗させてもらいたいと思います。よいしょ。クラッチ軽いですね。で重せなんでステアリングが重たいんですが、タイヤが割と細いんでそんな大変じゃないですね。はい、それではですね、三岡01クラシックタイプ F 試乗させていただきます。でこれ97年型、外観はクラシックなんですが97年型ですんで、シートベルトは普通に3点式になります。はい、じゃあ行きます。はい、エンジンもちろんあっさりかかりますね。
でただですね、やっぱり足元が狭いのは難点ですが、慣れればどうということないと思います。じゃあちょっとスタートしてみます。はい、これ普通に運転しやすいですね。足元狭いんで、あんまり大きい靴を履いておくとブレーキ踏みにくいんですが、なんでこれレーシングシューズとか履いて乗りたい車ですね。これ楽しいな。これですね、アイポイントが低いんですごくスピード感あります。今全然スピード出してないんですが、結構なスピードで走ってる感じで、ボディ自体全長も全幅もちっちゃいっていうのもあるんですが、なぜフロントのタイヤ見えてますんで、これですね、見切りはすごくいいです。で取り回しはですね、ものすごくいいですね。でこれマニュアル免許さえ持ってれば初心者でも普通に運転できると思います。でですね、弊社のロックスターとかも試乗させていただいたことあるんですが、これですね、やっぱ車重が軽くて、この外観ですし、運転の楽しさで言えばロックスターよりもこっちの方が上かもしれないですね。であと昔のビートとかカプチーノとか軽スポーツカー筆者好きなんですが、あの辺に比べてもですね、これすごく楽しいと思います。でエンジンはですね、ロードスター、マツダロードスターと同じ 1.8 リッターの直4なんですが、エンジンからですね、このマフラー、多分排気系の取り回しの違いだと思うんですが、すごく音もいいですね。で重捨て、久々に重捨てなんですが、フロントタイヤ185、リア195、タイヤも細いですし、そもそも車重が軽いんで、これ重捨てでもですね、全然気にならないですね。じゃあちょっともう一周。これは面白いですね。ちょっとですね、坂道発進とかもでも全然平気ですね。でウインカー右ですね、ついつい左入れそうになるんですが、じゃあ軽くアクセル踏んでみます。これは面白いな。これ308万円はですね、すごいお買い得だと思います。で弊社スーパーセブンも軽く運転したことあるんですが、もう全然こっちの方が運転楽ですね。でこれですね、屋根付きのガレージがある人であれば、1800cc で排気量も少ないですし、維持はそんなに大変じゃないと思うんで、もう本当おもちゃ、大人のおもちゃ、遊び車としてこれ面白いんじゃないですかね。でこれはですね、本当ちょっと欲しいですね。もう晴れた日だけで、たまに遊びに行く時だけの車にはなると思うんですが、これはですね面白いと思います。で現役時代はそんなに評価の高かった車じゃないんですが、今の目線で見るとこれすごいいいと思います。今だったらなんかもっと売れるような気もしますね。唯一アストロなんかもそうなんですけど、足元が狭いのが唯一の難点ですかね。でさっきですね、一回ブレーキかないと思ったら、そのブレーキの下に足が入っちゃってたんですが、それも慣れればなんてことないと思いますし、これはいいですね。よいしょ。はい、ありがとうございました。
はい、こちら1997年型三岡01クラシックタイプ F、 現在の車両本体価格308万円。これはですねすごいいいと思いました。で、今ちょうど後ろにロックスター止まってるんですが、今ロックスターはプレミアついて普通に700万とか800万しますが、この01、このクラシックタイプ F は300万円そこそこでもですね、乗ったらですねロックスターに負けず劣らず楽しいです。というか車重がですね700キロそこそこしかない分、走りの楽しさはこの01の方がロックスターよりも上ですね。で、正確な台数はちょっとわからないんですが、約6年から7年間で350台ぐらい作られていると思うんですが、すごい希少車で、三岡自動車の記念すべき型式認定第1号車で、この車両はですねまだシリアルナンバーがついている、製作ナンバー90番目の個体で、走行距離も少ないですし、車の状態すごくいいですし、全オーナーさんの手ですごい感じのいいカスタムも施されてます。で、今日取材時にはつけてませんでしたが、純正のフォロドアも完備で、まだ車検残も残ってますし、この状態の01クラシックタイプ F が300万円そこそこであれば、これはですね買いだと思います。で、正直ですねこれ筆車も欲しいなと思いました。はい。